どすこちこんばんは、ポテトです。今日もデータ分析やっていきたいなと思います。よろしくお願いいたします。今日はですね、スパサブで速くなるのかやっていきたいなと思います。スパサブ、今までもね、検証やってきましたけども、今回はね、これも24ですから、25の5になってからまだやってませんので、ここをね、今日は確かめていきたいなと思います。ちなみに言うと、24の時はね、ドリブルスピードとかね、ダッシュは変わんなかったので、それを踏まえてやっていきたいなと思いますけども、公式のね、説明見るとね、後半から出場すると能力向上しますよっていうね、不親切。なので、これ一つでもね、解明できればなと思いますので、やっていきましょう。検証方法ですね。検証方法は iPhone に動きを記憶させてやっていきます。1秒間60コマです。ペナ内のスピードを測定していきます。スパサブのね、発動の有無。ここでね、比べていきたいなと思います。使っていく選手はレオンですね。このレオンを使ってドリブル、スピードどっちも90にしてありますから、この状態でやっていきたいなと思います。で、ちなみに今までの検証で言うとですね、だいたいスピード90だと4秒の38コマあたりですかね。だいたいこの辺の記録が出るんじゃないかなというのを踏まえた上でやっていきましょう。まずはですね、スパサバ発動してない状態も一回確認をしておきます。なのでスピードが90ですね。タッチラインから走ってきてますね。はい、見ていただきました。ということで、やっぱり38コマ、もう39コマとかそれぐらいにはなっていたかなというところになりますので、ということで、じゃあこれがスパサバ発動でどうなるのか見ていきましょう。こっからスパサバ発動してますね。一応ね、ハーフタイムで変わっても関係ないんですけど、ワンプレイしてから変えてます。なるほどね。厳しいかな。はい、見ていただきました。変わらない変わりませんという感じだね。スピードはやっぱり変わんないかな。そうね。で、ちなみにで言うと、以前やってますけども、スタミナによってですね、スピード、ここは変わりません。これは検証もう済みなのでね、スタミナの残量でね、遅くなってるわけではないので、そこはご了承いただければと思います。ただね、まだ希望ありますから、ドリブルもやっていきましょう。はい、検証方法ですね。ここはさっきと変わらないです。ペナ内で測定をしていきます。iPhone に動きを記録させてね、やっていきたいなと思います。で、ちなみに以前の記録で言うと、90のとこで言うと、4秒の55コマから6コマですね、になってきますから、この辺りだというところでやっていきましょう。まずはですね、スパサバ発動してない状態も確認をしておきたいなと思います。だいたい4秒55コマ、56コマが出るかなと思います。はい、見ていただきました。ということで、やっぱり4秒の55コマ、56コマはここまではね、検証通りかというところですね。さあ、行きましょう。スパサバ発動しておきますということで、一応ね、これハーフタイムで変えても効果変わんないんですけどね。一応ね、やっておきました。さあ、行きましょう。まだです。まだよ。我々にはね、まだあるよ。高速フィネスがあるじゃないか。KFD があるじゃないかということで、三笘選手持ってきました。よく分かってない方に言っておくと、ボルコンドリブル80、ボールキープ85を超えるとですね、高速フィニスができるようになるんですね。なので、今回三笘選手これ、ボールキープが1足りてない状態になってます。で、この三笘選手ですね、実はスーパーサブつけておりますので、スパサブで能力が上がっていればですね、こっから高速フィニスができるようになるんじゃないかというところでやっていきたいなと思います。スパサバ発動してもスピード、ドリブルは変わらないとします。
はい、ということでいろいろ見ていただきましたけども、まあちょっと変わんなかったかな。一応ね、前作のとこで言うとね、決定力とかはね、変わったりはしてたんですけどね。まあ、そうね。この検証またやろうかなとは思いますけども、まあ、できればね、目で見てわかるというか、もう少しわかりやすいところで変わってほしいなっていうのが正直なところ、なんか変わってんのかなという悶々としながらやったりするのでね。まあ一応前作通りであるならば、決定力、そしてディフェンス能力が向上が、まあ期待できるという形になってきますから、その辺はね、期待しといてもまあいいのかなとは思いますかね。まあ動画的な話をしちゃうとね、結果が同じってね、めっちゃつまんないんですけど、まあこういう一つ一つはね、実は地味に大事なので、まあその辺はね、ちょっと検証はこういうこともあるんでね、よろしくお願いします。まあ事実ね、今回もこの結果でね、自信を持ってタレントポイント、スピードとかドリブルに触れるわけですからね。はい。で、今回のこの検証結果だって今までの検証があるからこそね、スタミナが関係ないとか、身長が関係ないとかいうのもね、分かった上でこういう結論が出せてますから、まあこういうのもね、一つ一つ大事なんだなというのを分かっていただけると嬉しいなと思います。まああとあえて言うならば、スパサブに関してはスピードとドリブルの向上、これはね、期待するなということを踏まえておけば良いんじゃないかなと思います。で、あとは何よりね、スパサブを今使っている、スパサブ発動してるんだっていうね、この気持ちが一番大きな向上効果、これは間違いないですから、これを超えることはほぼないと思いますから、なのでそういった意味でね、そういう気持ちを大事に使ってあげてください。ということでこの辺は参考にしていっていただいてですね、この動画良かったら、参考になったら、面白かったなと思った方はですね、高評価、チャンネル登録していただけると嬉しいです。ということで最後雑談をして終わりたいなと思います。はい、ここからね、雑談になっていきます。まあ、スーパーサブの検証ね、まあ、ちょっと今回あんまり変わらない部分にはなってきましたが、まあ、またね、いろいろやっていきたいなと思います。まあ、この、スパサブの検証がね、この難しいところがですね、なんていうんですか、今までの検証から言うとですね、上昇幅上がってても3から5とかなんですよね。で、この3から5上がった段階で違いがはっきりわかるっていう必要があるんですよね。これがなかなか難しいですよね。なのでよくコメントでですね、ゴールキーパーにスパサブつけたら変わんのかとかってよく言われるんですけど、ゴールキーパー能力ね、3とか上がったところでね、わからんこれはね、マジむずいと思うんだよね。わかんないから。明らかにね、わかるっていう意味では、今回のスピードだったりドリブルだったり、あとは高速フィネスね、ここでね変わってくれれば一目瞭然だったんですけどね、まあそうはいかないよと。あとは AGB 分析ね、できればね分かったんだけどね、そうはいかないっていう感じになっていきましたので、まあまたちょっとね、いろんな検証を考えるかな、また新たな検証を生み出すかなとか、そういう話になってくるんですけど、だいたい新たな検証とかってもう偶然の産物というかね、今でもそうだったからね。なのでまあちょっとその辺は地道にやっていきたいなと思います。まあいずれにしてもですね、キック力と決定力とかこの辺はやっていきたいなと思います。皆さんが思うですね、まあちょっとスパサブの違い、ここ上がってる気がするとかもあったらね、それはそれでコメントでいただければなと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、ということでいかがだったでしょうか。皆さんこの結果と思いますでしょうか。皆さんのご意見ご感想クレーム等々あればですね、コメントで教えていただければなと思います。年内3万人を目指しておりますので、この動画良かった、参考になった、面白かったなと思った方はですね、高評価チャンネル登録していただけると嬉しいです。はい、ということでですね、今日はスパサブについてやってきました。まあなかなかね、うまくいかないところが多い検証になってくるかなと思うんですけどもね、またいろいろやっていきたいなと思います。ということで今日の動画これで終わりたいなと思います。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。